わしじゃ、不気味度を魅力じゃ。今回は、メガ CD の名作シューティング、シルフィードをプレイしていくのじゃよ。前回ステージ8までクリアしたので、今回は一気にエンディングを目指すのじゃ。レポンは、やはり安定のファランクスを選ぶのじゃ。例によって、スーパープレイでも攻略プレイでもなく、とにかくこのゲームは難しいので、割とグダグダなプレイじゃ。温かい目で見守っていただけると幸いじゃよ。ステージ9は月面じゃ。さらに母星である地球に近づいてきたことを実感するな。月の地平線の向こうに見える地球が眩しいのじゃよ。この白い高速弾を撃ちつつ、破壊すると扇形に弾をばらまく敵には要注意じゃ。見かけたらできるだけすぐ倒すようにしたい。そしていきなりの中ボスが出現じゃ。ただ時々行ってくるでかい誘導弾に気をつけていればそれほど手強くはない。ノーザコキャラの弾幕がきつくて何がなんやらじゃよ。先ほどの破壊すると扇形に弾をばらまく敵が本当に厄介じゃ。シールド回復アイテムがありがたいな。徐々に大宇宙から地球に近づいていくといストーリー全体の流れを感じさせる演出が素晴らしい。 NASA や日本天文学会からデータを提供してもらっているというだけのことはある。しかし結局ダメージを食らいまくっているのでこのステージもろくにシールドが回復できないままなのじゃ。なんとかボスにたどり着いたのじゃよ。このボスは正面に向けて撃ってくるキャプチャービームみたいなのが当たり判定も大きくて危険じゃ。できるだけ正面にはいかないようにしつつオプション武器のアンチマターボムを撃ち込むのじゃ。お、ノーダメージでボスを倒せたのじゃ。なんとかステージ9をクリアしたのじゃよ。ノーダメージで倒せたおかげでかなりシールドが回復したのがありがたい。次のステージも安定のファランクスビームで行くのじゃ。ワイドビームは逃げ回りながら正面以外の敵にダメージを与えられるので便利なのじゃが、弾の軌道が思い通りにならないのがわしにとってはちょっと使いにくいのじゃよ。それではステージ10にレッツゴーじゃ。ステージ18に地球上じゃ。この地上の地形などの CG はフラクタル理論で描かれたらしい。前回では全体と部分の形が似ているという自己相似性があるので、それを利用して部分から計算で全体の形を作るという考え方じゃな。一つ一つの山とか地形を手書きするより効率が良いのじゃ。当時としては最先端の CG 理論が活用されているのじゃよ。このステージは中ボスが連続して出てくる。こいつはステージ2のボスの強化型という感じじゃな。次に出てくるこいつはステージ6のボスの強化型と終盤にふさわしいボスラッシュステージとなっている。
3体目はステージ3のボスの強化型じゃ。オプションエネルギーも溜まっているので、グラビトンボムを使って素早く片付けるのじゃ。この後ろから来るミサイルは前にしか当てないファランクスだと辛いな。飛び散って後ろから攻撃してくるので避けるしかないんじゃよ。そして一気に地上から宇宙に移動してのボス戦じゃ。何のために地上に降りたのかとか、そういう野暮なことは言わないのじゃよ。目標であるハッキングされたグレイゾンシステムが後方に見えるのじゃ。ボスはこれまた正面攻撃が強力なステージ5のボスの強化型じゃ。前方に炎のような弾を溜めているときはバリアにもなっているので、それを超えてダメージを与えられるグラビトンボムが有効なのじゃ。結構ダメージを食らってしまったな。ここで気をつけたいのはオプション武器の選択じゃ。次のステージ11の後は武器選択ができないまま最終ステージに突入することになる。そのため最終ステージを意識したオプション武器を選ぶ必要がある。おすすめはフォトントーピードじゃ。ここの選択次第でラスボスが倒せない積状態になることもあるのじゃよ。さて、いよいよ大詰めのステージ11じゃ。グレイゾンシステム内部に突入じゃ。実質的な最終ステージでもあり、それにふさわしい難易度となっている。この敵も結構硬く、破壊し損ねるとダメージを食らいやすい。そして初見殺しの連続爆弾エリアじゃ。この不思議なブロックエリアは当たり判定が分かりにくい。しかも回復アイテムとかも出るので惑わされてしまうのじゃよ。シールド完全回復が助かるのじゃ。地上戦車からのビームは反射神経でどうにかなるレベルではないのでパターンを覚えるしかない。ここでステージ1のボスの強化型が中ボスとして出てくるというのがまた粋な演出じゃな。電動なのでフォトントーピードで一気に倒してしまったのじゃ。あとはグレイゾンシステムの中枢を破壊するだけじゃ。ダイナミックなアングルと変形に思わずに取れてしまうが、このボスは楽勝じゃ。
この中心部分にひたすら連射するだけじゃ。だが時々巨大なレーザーを追ってくるので真正面にはいかないように気をつけるのじゃ。ありゃ、当たってしまった。よし、破壊成功じゃ。感動の脱出シーンじゃ。遊軍機とともに五感に来たんじゃな。破壊したはずのブレイゾンシステムから超巨大なレーザー攻撃が。霊障は不明じゃが、元の PC 版からするとザカリテが操るラスボスといえばブロアールに決定じゃ。ついに最終決戦じゃな。ちなみにステージ12の冒頭部分に一瞬だけ味方の遊軍機が登場するのじゃ。この左上のところじゃ。ゲーム中で遊軍機のシルフィードが見られる貴重な機会なのじゃよ。さて、グロアール戦じゃが、はっきり言って時間との戦いじゃ。一定時間内に破壊できないと、グロアールから先ほどの超巨大レーザーが発射され、どんなにシールドが残っていてもゲームオーバーとなる。中央の突起部分にひたすらフォトントーピードを打ち込むんじゃよ。当たり判定がなくなる時もあるので、その際はレーザーを避けることに集中じゃ。いつものステージクリアのシールド回復もなく、シールドはステージ11をクリアしたままじゃ。なので、ある程度はダメージ覚悟で攻撃に集中できるように、ここまででシールドは温存しておきたいな。まあ、わしはいつもギリギリじゃが。なんとか間に合ったのじゃ。ついにクリアしたのじゃよ。本作のディレクターとして忘れてはならないのは宮地武史氏じゃ。15歳からプログラマーとして活動を始め、PC8801 でいち早くポリゴンや疑似音声を取り入れたシルフィードやテグザーといった独創的なゲームを開発している。優れたゲームデザインのセンスと、それを生かした会議実力を持った稀有な人物じゃ。あのゼビウスを開発した遠藤正信氏が叶わないと思ったプログラマーの一人と言われ、カーナビでよくある長官視点のプログラムを世界で最初に組み上げたといった話もあるくらいじゃ。
シルフィード以外にもサターンではガングリフォンやグランディアなどそのハードの性能を最大限に引き出しつつ、それをゲームとしての完成度に結びつけることができる、まさに天才といえるゲームデザイナーだった。兄の宮地洋一氏はどちらかというとゲームのプロデュースやビジネスの枠組みを作るのに長けていたので、この2人の組み合わせによるゲームアーツの作品には本当にワクワクさせられたものじゃ。i モードが普及する前に携帯電話向けのゲーム開発会社 D モードを立ち上げるなど先見の明もあったのじゃが、非常に残念なことに2011年に病気のため死はこの世を去られた。スマホやオンライン環境でのゲームが全盛の時代、死がどのようなアイデアでゲームを作ったのかぜひ見てみたかったものじゃ。ちょっとボスがしょぼい感はあるが、コンピュータエンタテインメントとしてのゲームをより高いレベルで実現しようとした志の高さをひしひしと感じる作品で、わしは大好きなのじゃ。本作の 2D シューティングに 3D 的な背景の演出を組み合わせるという手法は多くのシューティングゲームに影響を与えたと思うのじゃよ。世界を相手に勝負する気概を持って本作を作り上げたスタッフの皆様に改めて敬意を表するのじゃよ。ということで今回はここまでじゃ。では次回もよろしくな。